どうも。さて、今日のテーマなんですけど、創薬の世界、今ものすごいことになってるんですよ。一番大きな課題って何だと思います？実はそれ、タンパク質がどんな形かだけじゃなくて、どうやって動くのかを理解することなんです。さあ、この分子がダンスする世界に一緒に飛び込んでみましょ今までって僕たちはタンパク質を一枚の写真みたいに静かなものとして見てきたんですよね。でも病気を治すための本当の鍵っていうのは実はその動き、そう揺らぎの中に隠されてるんです。この分子のダンスを追いかけるとどうなるか、たった1秒のシミュレーションだけでなんと A が数百本分、数テラバイトっていうもうとんでもない量のデータが生まれちゃうんですよ。う。さて、ここで大きな問題が出てきますよね。何兆個もの原子が何百万フレームっていう動画の中で動いてる。このもう圧倒的すぎる量のデータを一体どうやって分析すればいいんでしょうか。この途方もない課題を解決するために今日ご紹介するツールが登場するわけです。その答えがこれ、パイトラジです。パイトラジって何かっていうと、これが面白いんですよ。プログラミング言語の Python ありますよね。あの使いやすさと CP トラジっていうもうこの分野では伝説的な超高速計算エンジンのパワー。この2つのいいとこ取りをしたハイブリッドなツールなんです。もう少し詳しく見てみましょうか。このいいとこ取りっていうのがどういうことか。まず心臓部には C++ で書かれた CP トラジエンジンがある。これがとてつもないスピードでもうゴリゴリ計算をこなしてくれるんです。で、僕たち研究者が触る側は使い慣れた Python。だからデータを柔軟にしかも直感的に分析できるし、他の AI ツールとの連携もすごく簡単になるというわけなんですね。で、このグラフを見てください。これ面白いですよね。ただの言語の割合じゃないんです。一番多いのが Jupyter ノートブック。これってつまり、パイトラジが現代のデータサイエンティストがやるみたいに、いろいろ試しながら対話的に分析を進めていくっていう使い方をもう大前提に作られてるってことの証拠なんですよ。じゃあ、具体的にパイトラジはこの膨大なデータを使って何をしてくれるんでしょうか。分子のダンスを僕たちが理解できる意味のある情報に変える、その仕組みをここから見ていきましょう。まず驚くのがその機能の多さです。パイトラジにはなんと80種類を超える解析ツールがぎっしり詰まってるんですよ。分子の振る舞いをもうあらゆる角度から調べ尽くせる。まさに分子の世界を探検するための最強の万能ナイフって感じですよね。例えばどんなことができるか、代表的なものをいくつか見てみましょう。まず RMSD。 これはタンパク質全体の形が最初と比べてどれぐらい変わったかなっていう、いわば全体像を見るためのもの。それに対して RMSF はタンパク質の腕とか足とか特定の部分がどれだけブルブル動いているかを見るんですね。そして特にすごいのが主成分分析 PCA です。これ例えるなら分子の細かくてランダムな震えみたいなノイズを全部取り除いて、そのタンパク質の機能にとって一番大事なたった一つの決め技みたいな動きだけを抜き出してくれる超強力な技術なんです。でもパイトラジの本当にすごいところは実はここからなんです。ただ過去の動きを分析するだけじゃない、シミュレーションで得たデータを今度は AI とつなげることで未来を予測するための歯消しになるんですよ。これが AI を使った創薬のワークフローですね。まずステップ1、スーパーコンピューターが薬の候補がどう動くかをシミュレーションします。そしてステップ2、ここがパイトラジの主役です。その膨大なシミュレーション動画からこの部分がよく動くとか、ここの結合が強いみたいな AI が学習できる特殊用っていう数値データに変換するんです。で、ステップ3でそのデータを AI になるほどこういう動きが良い薬のサインなんだなって学習させる。そうするとステップ4で AI が有望な薬の候補を予測してくれるようになる。そう、パイトラジは物理シミュレーションっていうアナログな世界と AI っていうデジタルの世界をつなぐ、まさに翻訳家の役割を果たしてるんですね。さて、少し引いてもっと大きな視点で見てみましょうか。この技術は一体科学や医療の未来にとってどんな意味を持つんでしょうか。この言葉がパイトラジの本質を完璧に表していると思います。パイトラジは単なるツールじゃない、次の医学的ブレイクスルーを発見するためのデジタル顕微鏡なんだと。そう、科学者たちが分子の世界をこれまでの静止画じゃなくて生き生きとした動画として見ることを可能にする、まさに新しい時代の顕微鏡なんですよ。じゃあこれが僕たちの生活にどう関係してくるのか、すごく重要ですよね。
まず、研究がめちゃくちゃ加速します。今まで何日もかかってた分析が数時間で終わるようになる。そしてコストも下がる。高いお金をかけて実験する前に有望な候補をぐっと絞り込めますからね。そしてその先には一人一人の体質に合わせた薬を作る個別化医療への道も開けてくる。これこそがこの技術がもたらすとてつもなく大きなインパクトなんです。最後に皆さんにこの問いを投げかけて終わりたいと思います。もし分子のあらゆる動きを僕たちが予測できるようになったとしたら、その時僕たちは一体どんな未来の治療法をその手にするんでしょうかね。